どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。本日は半導体会になってます。後ろにあるように、東芝とコラボレーションになってます。東芝といえば、キオクシアの生みの親でもございますし、ハンドフラッシュメモリーですね。増岡さんということで過去にもまとめておりますが、半導体と非常に関連性が高い企業でございます。その東芝でございますが、パワー半導体も作ってると。ここですね、非常に成長産業になっておりまして、ここで東芝が攻め込んでいくと。題してパワー半導体は東芝俺たちに任せろということになってます。ついに来た東芝ですね。大手電気8社の一角でございます。仕事の依頼が来てないのはシャープのみになっておりますので、非常にありがたいお話ですね。ありがたさも醸し出しつつですね、シャープにプレッシャーをかけていくという感じでございます。東芝は過去にも動画を作ってます。この頃はですね、僕も半導体素人、今でもね、クロートとは言えないとは思うんですが、DRAM のことをドラムと言ったりですね、ただ、非常に再生されましたね、これは。東芝の浮き沈みをですね、語った内容になっております。ということで、そういった東芝からお仕事をいただけるということで、非常に感慨深いですね。でこんな東芝のコラボレーションですが、なんと今回ですね、YouTuber として初めての動画コラボということで、一見さんですね、一見さんみんなご存知でしょう。ご存知だと思います。非常にわかりやすい動画で、ナレーションも非常に淡々としてるんですけども、どこかユーモアが溢れる。そして彼博士号を持ってますので、非常にわかりやすい動画でおなじみですね。昨年のセミコンですよ。僕セミコンアンバサダーを設かりましてですね、東芝と対談しまして、で、その3日前ぐらいに、なんと一見がですね、インフィニオンとコラボレーションしたわけですね。おいおい、東芝お前先に取られてるぞという風に煽りましたら、見事、一見さんとお呼ばれいただくということで、しめという感じでございます。一見と一緒に訪問させていただきました。一見さんの動画もですね、同時刻に公開されておりますので、どうぞこちらもご視聴ください。東芝でございますが、石川県にございますね。こんな感じでパワー半導体作ってると。加賀東芝はですね、パワー半導体の製造一大拠点になっております。で、行ったんですけども、こんな感じで、今まさにですね、加賀工場を拡張してると、新ファブを建設中でございました。需要がですね、自動車業界からもう作れよ、バカらみたいな感じで、バンバン来てると。先日ですね、熊本にも訪問させていただきまして、TSMC がやってくるということで、ジャスム。熊本にもジャスムが建設中でございまして、これは TSMC、ソニー、デンソーが合弁で作ってますと。その他にも TSMC、なんとですね、第2工場も日本に作るということで、熊本にまた来ると。で、熊本を僕修行しに行って、本当に今まさに建築中のですね、TSMC の隣で制作事業の工場に行ってきたわけですけども、渋滞がひどいと。もう25分とかですね、20分くらいで行ける道のりをですね、朝1時間ちょっとかけていくということで、この渋滞は大問題になるだろうという感じでございます。巨大ファブの建設が日本に相次いでいるということでございます。パワー半導体って他の半導体と何が違うのということで、違いを紹介させていただきます。皆さん思い浮かべる半導体といえばですね、iPhone に搭載されているものですとか、Mac Studio ですね、搭載されているもの。これはですね、このようなウェハーからチップをこのように切り出して、そしてこういう風にパッケージして実装していくわけですね。そのパッケージをですね、開けてみるとこんなような微細回路になっておりまして、わずか1チップにですね、トランジスタの数、聞いて驚く中で160億個のトランジスタ回路が描かれてるわけです。すごいでしょ ?160 個じゃなくて160億個でございますと。日本の人口の160倍ぐらいの演算処理を行っているということで、こういった皆さんが思い浮かべる半導体というものはですね、演算を実行するような半導体でございます。一方、パワー半導体というものをこういった自動車のモーター E アクスルなんかに搭載されておりまして、ディスクリートワンチップのものとか、こういったモジュールのものとか、ゲート回路、安全回路がつくような IPM みたいなものがありましてですね、どういった役割で使われているかというと、直流をこのように交流に変えるとか、もしくはその交流を直流に変えるみたいな感じで、電気を制御してるわけですね。このような機能を司るのがパワー半導体ということで、オンとオフを切り替える半導体であると。使用用途がですね、こっちのそもそもの演算系の半導体ともう全く違うわけでございまして、現在ですね、その東芝以外にもですね、このパワー半導体にもですね、お金がものすごく集まってるということで、パワー半導体投資みたいな感じで検索すると、もう出るわの投資記事でございます。いろんな投資の種類がありますが、こういったロイターなんかもですね、ルネサスというのはマイコンで世界シェアナンバーワンなんですが、そのマイコンの多さルネサスもですね、パワー半導体の製造を行う。その他にもこんな感じで SIC パワー半導体、これ富士電機ですけども、SIC を増強し、なんと50倍に
すると。今までほとんどやっていなかったものなんですが、この SIC パワー半導体というものが沸騰しておりまして、ここはもうめがけてやっていくと。で、よくコラボレーションしている三菱電機さんもですね、熊本に新工場を建設すると。TSMC、ソニーの工場もできる。さらに三菱電機のパワー半導体の工場もできると。さらに渋滞が増すということでございまして、投資額は1300億円だったんですが、後々ですね、三菱も倍の2600億だって、お前海洋圏かみたいな。3倍だみたいな感じ。イケイケということで文字通り活気づいておりますと。その中でも東芝さんはですね、三菱の2600億でもかなりすごいんですが、頭一つ抜け出す投資額ということで、5000億円超を投資すると。もうグローバルの競合とも張り合える数字を打ち出してきております。例えば、製造装置で言えば、こういった洗浄装置ですとか、クォーターデベロッパー装置ですよね。ハードディスクドライブ等も組んでいるんですが、おそらく半導体がメインでしょう。なんと2600億円ということで、行くぞと感じですね。200ミリの増産にも対応するし、新たに、先ほど写真があったように300ミリラインの新設を行うと。成長著しいですね、SIC ガンの半導体開発の設備をやってると。で、この SIC とかガンがわかんない方は過去にパワー半導体の種類まとめておりますので、そちらご確認いただきたいと思います。それだけではなくて、研究開発も合わせて同時にやっていきまして、メンタワー飛び出る3100億円でございますと。高効率のパッケージの開発、後工程も重要になってきております。そして高体圧の SIC の開発等々ですね、投資合わせて5700億円を計上していると。東芝さんに実際言ったんですが、もっともっと行くだろうなということで、この5700億円よりもさらに多そうな感触、そういった印象を受けましたね。幅広い部門で培ったノウハウと金のパワーでですね、もう金って書いちゃった。量産化をドライブしていくと。では、投資は日本でちょっと頭一つ抜き出てるんですけども、グローバルだとどうなんですかと。競合俯瞰をしていきましょう。規模で飲み込みを試みる競合たちということで、もうインフィニオンですね。パワー半導体のトップシェアを走っているインフィニオンでございますが、東芝を超える7000億円という、このインフィニオン市場最高額の投資を断行してくると。この中でですね、やっぱドイツも最近インテルに1兆5000億円の予算をつけるとかですね、もうよくわからない数字になってるんですが、約2割国が支援するということで、1400億円ぐらい支援しちゃうわけですね。欧州もですね、この半導体に対して熱を注いでると。ですとか、米国のですね、ウルフスピードも投資30億ドルなので、4500億円東芝に引けを取らない投資を断行してくると。その他にも、パワー半導体というものはですね、ウェハーの争奪戦になっておりまして、今成長著しい SIC の生産能力を16倍みたいな。そんな数字あんま聞いたことないですけど、増強していくと。ウェハーを確保できるかが、パワー半導体を作ってる企業の一つ争いでもあるという発言があった通り、ウェハー確保にですね、各半導体メーカーが躍起になってるわけですね。SIC もですね、CAGR で年間 15.3% も伸長していく。SIC、SI というですね、普通の、よく前山系で使われるウェハー材料は日本というものはサムコとかですね、信越価格が強いんですが、ここは海外勢が強いわけですね。ということで、日本のパワー半導体メーカーっていうのは、この確保も課題になってくると。過去動画で上げてるレゾナックさんなんかがパワー半導体の SIC のウェハー作っておりますので、今レゾナックさんに非常に注目が集まってるわけですね。いずれにしろですね、海外もでかい投資を断行してきておりますと。じゃあこのインフィニオンね、東芝も頭一つ抜けてますけども、インフィニオンもそれに劣らずという感じでございますが、インフィニオンの躍進に関して語っていきたいと思います。彼らのホームページからも強気な姿勢を感じるということで、実際これインフィニオンが出してるホームページでございます。日本語訳されてるんですが、売上なんかはですね、パワー半導体含めてということになるんですが、2022年から2023年ですね、なんと1000万ユーロも売上高高くなって前年比で売上は 20% 以上伸長している。これ1クォーターだけですね。クォーターごとでどうなってるのかというものを表した図でございますが、この300ミリウェハーラインを作ってからというものですね、どんどん増産を重ねてですね、売上も日を追うごとに高くなっている。最近は常に売上を伸ばし続けているわけですね。2017年頃から投資を断行していた果実を今謳歌している。かなりリスクを取っていたんですが、欧州勢というものはかなり気前よく投資をしてきたわけですね。競合ひしめく日本でも対応力を過去から強化しておりまして、NHK スペシャルでもですね、このパワー半導体を作るだけではなくて、我々はシステムで取っていくと。システムで取っていくって何かっていうと、この回路設計も一緒にやっちゃいますみたいなね。車の設計者からするとですね、インフィニオンに仕事を丸投げできるわけですから、非常に仕事の依頼がしやすいわけですね。じゃあ社長の発言を取ってみましょう。ヨヘン・ハネベック CEO 何と言ってるか。インフィニオンの業績は極めて好調に推移しております。こんな発言被
レスト界であんま聞いたことないね。そして再生可能エネルギー創出及びインフラに関連する事業は力強く成長している。PC やスマホは改善しないものの、それでもなおインフィニオンの将来に私は自信を持っていますと。イケイケどんどんでございますと。まさに予想的中のリスクを負った投資の結果、今インフィニオンが爆発してるわけですね。じゃあ日本勢と東証の立ち位置をインフィニオン見た後見ていきましょう。10位に実は5社日本勢というものは食い込んでるんですが、インフィニオンが独走していると言っても過言ではございません。このように日本の国旗が踊るんですが、この数字を見てください。インフィニオンが2位と3位を合わせてもですね、届かないと。じゃあ日本勢が例えば4位の三菱、5位の富士電機、そして6位の東芝、これを合わせると 36.45 億ドルなんですが、インフィニオンはさらにその上を行ってると。いかにインフィニオンがでかいか、この規模感をイメージできるでしょうか。これはパワー半導体の他の半導体も入ってる売り上げではございますが、巨人であるということですね。じゃあ東芝の立ち位置でございますね。コラボレーションしてるんで、東芝どうなの？パワーモス FET のみで計算した場合、実は東芝っていうのは3位に肉薄してるんですね。この A っていうのはおそらくインフィニオンでやろうと。やっぱ強いわけでございますが、東芝いいところに食い込んでるぞと。3位を捉えられる位置に今つけてると。要するに東芝の立ち位置としては今勝負をかける。そうでないと、このインフィニオンが今春を謳歌しているようにですね、将来未来はないぞということでございます。ここに対して国も後押しと統廃合を狙っている動きがあるんじゃないでしょうか。日韓工業新聞社が発刊しているニューススイッチにもこれ出ておりますし、この経済産業省が出しているですね、半導体デジタル産業戦略、対談してきている若林先生も有識者として参画しておりますが、顧問だったと思います。このように書かれております。こんな感じでパワー半導体については市場が大きく拡大すると見込まれている SiC パワー半導体を中心に国際競争力を将来にわたり維持するために必要と考えられる相当規模の投資に対して重要な物素材の調達に向けた取り組み内容についても考慮しつつ集中的に支援を実施する。そしてこれ別のページでございますが、パワー半導体 SiC 等の化合物半導体を中心に今後需要が大きく拡大する中、日本企業は複数社でシェアを分け合うと。激化する国際競争を勝ち抜くため国内での連携再編を図り、日本全体としてパワー半導体の競争力を向上していこうじゃないか。日本全体では 20% 以上のシェアはあるんですが、個別では 10% に満たないということで、このグローバルで戦える企業を醸成したいと、その意識が、経産省に垣間見えるという感じでございます。助成金の交付条件として2000億円以上を条件に出しているので、非常に今莫大な投資を行ってくださいと。しかしながらその莫大な投資というものは一社で行えませんので、企業が一緒にタッグを組んでシナジーを効かせて投資しないといけませんよ。つまりのところ再編を促したいわけですね。統合を呼び込む呼び水としてこれを言ってる可能性が非常に高いわけですね。国も半導体に注力するその狙いがあるんじゃないかなと思います。ここでですね、一つ言いたいのは、お国がですね、今半導体に向いてくれてると非常に嬉しい状況であるということは言っておきたい。では、バカ投資してますけど、そんな投資合戦して大丈夫なんですかと思うわけじゃないです。こんな感じで EE タイムズから持ってきておりますが、パワー半導体市場2035年には13兆4302億円規模に成長する。で、今の半導体市場が70兆円規模なので、かなりのところに行くわけですね。22年比で35年には現状の5倍の市場になってるんじゃないかなと。自動車、電装分野が牽引していくと。30年には10兆円規模に成長していくだろうと。それでですね、こんな感じでシリコンですね、3.2 倍になります。これでもすごいんですが、次世代の SiC が中心はですね、なんと 31.1 倍になっていくと。富士電機さんが生産を50倍に引き上げるというのも納得の数字になってるわけですね。この SiC 半導体とは何が違うのかっていうことを、クロートじゃない方も見られておりますので触れておきたいと。こういった色のものでございます。これをレゾナックさん、ローム等を作ってる。じゃあこの SiC は SI と何が違うのか。SI よりも、まずですね、パワー半導体のロスが非常に少ないわけですね。パワー半導体は電気の変換を行ってるわけですけど、その変換するときに熱になっちゃってロスが発生してるわけです。しかし SiC であればそのロスを非常に低減できると。SI よりも硬い材質でございます。じゃあどのくらい硬いかというと、このヌープコードというものがあるんです。で、このヌープコード第1位に輝いているのがダイヤモンドでございまして、非常に硬いんですね。じゃあこの SiC はどのくらいのコードかというと、全世界の素材の中でも4番目に硬いと。
要するに全然削れない加工が難しいわけですね。なので加工が難しいとどうなるかっていうと、例えばこのような固定塗料で平坦化していったり、表面を削っていくわけですけども、この精度が平坦ですよ。平坦であるその精度が1ミクロン。この平坦度わかるかなウェハーね、あるでしょ。ウェハーあるわ。今見えてると思うわ。平坦度が1ミクロンメートル、要するに1ミリの1000分の1程度の傾きにしてくださいとかですね。表面粗さを2ナノメートルぐらいにしてくださいという感じでございますと。多工程でも厳しい加工が求められるわけですね。例えば、この SiC を引き抜くインゴットがあるわけです。それ硬いわけなんで、ダイシングするときにももちろん削りにくいですし、例えば他の半導体回路を生成するときの工程も非常に難しいと、エッチングも難しくなるわけですね。製造工程は SI と同じなんですが、もう別ファブを使わざるを得ないと、別の投資がこれ必要になってくるわけですね。じゃあここに自動車伝送分野が牽引と書いておりますが、車載領域はパワー半導体を牽引するのか、車載の可能性にも触れていきたいと思います。パッソですね。ガソリン車ということで、パワー半導体は50個前後乗っております。で、一方ですね、このような PHEV とか EV 車両はですね、倍の1000個前後、多ければ150個ぐらい乗ってるわけでございます。はい、自動車が高性能化することで、パワー半導体の搭載量はマックス3倍へなっていくと。ネット情報から、じゃあどういったところにこのパワー半導体が使われてるかというものを表現させていただきました。例えばミラーですね。ミラー皆さん折りたたむじゃないですか。ということはモーターが使われてるわけですね。モーターを制御する必要があって、パワー半導体5個使われてる。ブレーキもこれ油圧で動いてるわけですけども、その油圧っていうのはポンプで押し出すわけで、モーターが使われてるわけですね。はい、5個必要ですと。さらにヘッドライト、ライトを照らすだけでしょ。パッソちゃんはそうかもしれませんと。しかし、高級な車ですよ。例えばアウディとかだと、このヘッドライトが動いたりするわけですよ。そういった場合、モーターで動かすので5個必要ですね。さらにパワーステですよ。パワーステっていうのはハンドル周りですよ。このモーターで動力を補助してあげてるんですが、これ5個になってる。さらに高級車だと、このパワーステが壊れた時に予備のパワーステを準備しておりますので、さらにまた5個必要になってくると。続いて、この EV とかハイブリッドが出てくるとですね、車載だと電池が必要になってきたり、大きなモーターが必要になってくるんですね。そうすると、精密な制御が必要になってくるので、各モジュールが増えるごとに、パワー半導体というものは30個ずつ増えると。もちろんその車載だけではなくて、こういった EV に電気を供給するステーションも必要ですね。そのステーションっていうのは電気を取ってきてるわけですから、そこでまた変圧をかけないといけないわけですね。電気の制御が必要ですから、またこれパワー半導体が必要になると。モーターとニコイチの存在、そして今後 EV 化が進んでくると、パワー半導体っていうのはますます増加してくると。日本が抱えるこれ問題でございまして、深掘りしていきましょうと。もう皆さん自動車注文されてまだ自動車が来てない方もいらっしゃると思うんですが、半導体が不足して自動車が作れない問題があるわけですね。半導体供給を強化できれば自動車産業が強固になるのではないか。これは経産省もよく考えられていると思うんですが、こんな感じでございます。これサプライチェーンでございまして、こっち左が完成車ですね。日本がシェア20数%持ってる。そして e-axle みたいなモジュールですよね。こういったものも日本市場シェア持ってると。さらにその中のインバーターは日本強くてですね、他の自動車メーカーにもサプライしてますと。で、その中で使われているパワー半導体、実はここが脆弱であると、結局このパワー半導体がボトルネックになって作れないよと。ということで、半導体の囲い込みをしなければならないと。自動車の電動化や高機能化によってもっともっとパワー半導体が必要になってくるでしょ。半導体確保で自動車の完成車数が大きく変わるわけです。それは過去の数字をもってしても言えることでございまして、国内でサプライチェーンの完結を目指す理由がここにあるわけでございます。コロナショック後での苦い経験が日本の自動車業界にはございます。部材不足で計画していた生産とギャップが生じてしまったわけですね。これは週刊ダイヤモンドから数字を取ってきておりますが、例えばトヨタですね。2年間でどれくらい、計画と差があったかというと、37.9 万台のギャップがございました。トヨタでもあったんだなっていう感じでございますが、ひどいのはホンダや日産でございますが、2年間でなんと100万台以上計画とギャップがあったわけですね。ということは、両者合わせて約300万台ぐらい車が作れなくなったわけですね。ということは、部品メーカーが部材を供給できないということは、現場を動かせられないし、だけども人を雇い続けないといけないということは儲からないわけですね。まんま食えなくなる可能性がございます。スバルなんかだと、ギャップが 23.5% もあったと。
さすがトヨタの調達力と言いたいところですが、2年間で数百万台分の日本製自動車が消え失せたわけですね。当時ですね、インフィニオンからアンチではないんですけども、これ週刊ダイヤモンドが言ってたわけで、僕が言ってるわけではなくてですね、インフィニオン等の欧州系の半導体サプライは欧州勢を優先し、日本の OEM メーカーにこの半導体を供給してくれなかったんですね。なので日本勢が割を食ったという事例も中にはあるそうです。なので日本でパワー半導体のサプライチェーンを充実することが非常に重要だよねってそう思ってるわけですね。もちろんその車載だけではなくてその他の市場もパワー半導体を牽引していくと。サーバー需要やグリーンの電力ということで電流の変換を必要とする箇所が全てこれビジネスチャンスになるわけですね。例えばサーバーですよ。パワー半導体必要なのって思うわけじゃないですか。だけどサーバーっていうのはものすごく電気を食うわけで、そのサーバーがですねものすごく成長していると。なぜ成長しているかというと情報のトラフィックが増えてるわけで、例えばワールドカップ見られたわけじゃないですか。あれもネットでリアルタイム配信してるってことはサーバーで処理して皆さんのスマホに提供されたわけですよね。サーバー市場も CAGR7% で成長してきたと。このサーバーっていうのは DC で動くわけですから AC から DC に変換しないといけないわけですね。ということはここパワー半導体が必要でございますと、こういうふうに実際に実装されてるわけですね。これネットで拾った画像でございます。2018年の電気使用量はサーバーだけですよ。476テラワットアワーとよくわからない数字になってる。しかもこれ 10% ずつ毎年増えていくわけですね。パワー半導体必要だわってなりますよ。そして太陽光発電とか今グリーン電力ということで風力発電、ドイツ行って空車がバカバカ回っていたと。で、ネドからの情報でございますが EU なんかはこういったグリーンエネルギーをもっと今後増やしていくと。つまりどんどんこういった市場が拡大していくと。今までは原発で1基で作ってたものを風力発電至るところに設置するということはですね、そこでエネルギー変換が起こってるわけですね。ということはパワー半導体がまた必要になってくると。変換ロスを減らす半導体が必要でございますと。ハイブリッドがあればこのようなモーターがあってそれを電池に供給すると。AC 変換もしてると。半導体が必要になってくる。さらにそれをまたエンジン、モーターに戻していくと。モーターや電源があれば、そこが必ず市場になるわけですね。じゃあ、こういったモーターとか、電力変換も含めて、どのくらいの市場があるかっていう指標なんですが、モーターだけに絞ったとしても、エネルギーのですね、約半分がモーターで使われてるわけですね。じゃあ、モーターですよ。1日どのくらい生産されてるかっていうと、600万個ですよ。現状だと多分1000万個ぐらい1日モーターが生まれてると。ということは、パワーハンドでもそれだけ必要になってくるわけですね。この効率を高められるのが、損失を低減できるのがパワー半導体になっている。つまるところ、エネルギーを制する半導体でございますと。じゃあ、エネルギーを制するとは、東芝の技術は一体全体どこにあるのか。電動機の動作からこれ紐解いていくと。なかなかモーターがあるところに使われてるよっていうことだけだと分かりにくいと思いますので、モーターの動きとともに解説をしていくと。この誘導モーターでございますが、このような周波数で動いているわけですね。この周波数帯ではこのように渦電流ができてですね、磁界が発生するわけですね。この時は T1 の時はこんな感じ、T2 の時はこんな感じ、T3 の時はこんな感じということで、電気を通すことで磁界というものが発生し、そして渦電流を順番に発生させていって、モーターの軸を回していくわけですね。これがモーターの回る仕組みになっている。オンとオフを繰り返して、今ここで、今ここ、今ここ、今ここっていうことで、モーターを回していくと。その制御を行ってるんですが、オンとオフを繰り返すということであれば、スイッチングをする必要があるんですね。オフの時、そしてオンの時、こういった電力損失があると。オンの時も、全くですね、シームレスに電気を伝えられるわけではなくて、通電損失というものがあったり、オンとオフを切り替える時にスイッチングの損失があるわけですね。モーターなんか、キュルク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 ルって回るわけですから、オンとオフをめちゃめちゃ早くですね、オンっていうことで回ってるわけですね。例えばハイブリッド車なんか乗るとですね、キュイーンってなるわけじゃないですか。あれはオンオフをものすごく繰り返していると。オンとオフ時に損失が発生しているわけで、例えばこれを精密に高速に制御したい場合は、オンオフっていうことであれば、このスイッチング損失が増えていくわけですね。制御は精密になるんですが、スイッチング損失が2倍になると。理想はこたつのスイッチですよ。こたつのスイッチをオンすれば、こたつというものはですね、オンの時、シームレスに電気を伝えてあげて、オフの時は抵抗をマックス化して電気を伝えないようにしてるわけですね。損失ほぼないと。こたつのスイッチが理想形であると。オンの時はほぼ無抵抗。しかしオフの時は抵抗をマックスにする。それを一つの素子でやるっていうことですから。難しそうだなっていうことですよね。
こたつのスイッチに限りなく近づける。それがパワー半導体を目指す頂きでございますが、じゃあ東芝の革新性でございますと。こんな感じで、どんどんパワー半導体の性能が上がってますと。第8世代は、フィールドプレート構造で構造を見直ししまして、さらに第9世代、現行主力になってますが、エピ定抵抗化になってると。微細化してるっていう感じですね。セルピッチ微細化、そして強ピッチ容量低減感じで構造と微細化によってこのような損失を減らしている。わずか10年程度で音抵抗を 40% もカットしたわけですね。技術革新の裏に微細化の技術があるということでございます。パワー半導体も僕の過去の動画を見ていただくとですね、2ナノメートルがなぜ難しいか、微細化すると何がいいかっていうことを学べると思うんですけども、パワー半導体も実は微細化することで性能を高めることができるわけですね。レンズ用の半導体同様に微細化で性能が上がると。じゃあなぜ性能が上がるのか。これはですね、レジの台数で説明可能なので、皆さん今日買い物行くかと思いますが、買い物行ってレジで並ぶ時をイメージいただきたいと思います。こんな感じで半導体があります。こんな感じでレジ待ち皆さんしますよね。しかしながらレジが1個だとものすごく混むわけじゃないですか。レジが1個しかないと詰まるわけですね。詰まるところってあれですけど、抵抗が高くなって損失が大なわけですよ。しかし、これ微細化するとですね、こんな感じでトランジスタをですね、いっぱい作ってあげると。そうすると、レジ待ちの人がいるんですけど、こんな感じでレジがいっぱいできるわけですよ。流れがめちゃくちゃ良くなるということで、抵抗をいっぱいつけると、抵抗が高くなるようなイメージがするんですが、処理がしやすくなるっていうイメージなんですね。ということで、微細化、同じ構造を作ることで、抵抗値が非常に下がるわけですね。音抵抗が下がると。音の時の抵抗を下げることができると。これが微細化していくトレンドになっているわけですね。同一チップサイズだとセル数が同じようなチップサイズでこういう風にセル数を増大しちゃうと、今度はスイッチングロスが増加しちゃうわけですね。それをスモール化していくっていうのがパワー半導体なんですが、この関係っていうのはトレードオフの関係にあるわけですね。構造の例えば最適化、トレンチ最化ですとか、導通のロスとスイッチングロスのトレードオフをこのような技術を使って改善してると。ここっていうのは東芝のノウハウになるので、細かくは触れることはできませんと。NDA 結んでるんでね。製品要件によって仕様をコントロールしていくわけですね。例えば、スイッチングが少ないみたいなものであれば、セル数をものすごく増やしてあげればいいわけですし、スイッチングがものすごく多いっていうことであればですね、微細化はほどほどにしようみたいなことになるわけですね。このパワー半導体、そんな加工難易度難しいんですか？塩材用チップ同様にこれ難しさがあるわけでございます。今新たにですね、東芝が作ってる 300mm ウェハー工場でございますが、パワー半導体の多くは 200mm ウェハーで製造しております。300mm ウェハーは多くチップを取得できるわけですね。いいことばっかじゃんっていう感じですね。面積比で言えば 2.25 倍になるんですが、チップ数に至ってはですね、もっともっと取れるということですね。例えば、チップ数を大きくすればわかると思うんですが、200mm ウェハーで1チップですが、3匹にすると4チップ4倍取れるよね。もちろんそのチップの大きさっていうのはもっともっと小さいわけですから、これと同一ではございませんと。じゃあ加工は何が難しいかというと、例えば平行度ですよ。こんな感じで大きいと傾きがより多くなってしまうと。同じ傾き、歪みでも加工難易度が非常に上がるわけですね。しかしながら、この半導体というものは非常に薄いわけですね。何ミクロンっていう感じですから、薄いので、チャックとか加工するとき、この半導体を位置決めする必要がありますし、さらにこの加工した後、自動化の機械でですね、搬送する必要があるわけですね。もちろんその半導体製造装置の中でも、このウェハーをどんどん記載していくわけですから、そういった搬送も難しくなっていくわけでございますと。半導体製造工程は何百工程もあるわけですから、その中には位置決めとか搬送だけではなくて、数百度になる工程もあるわけですね。温度を高くするとですね、このウェハーの反りがさらにひどくなるということで、さらに加工が難しくなったりとか、サイズアップによってですね、割れかけが生じてしまう。ウェハー自体の既存のリスクが高くなるわけですね。東芝独自の生産技術能力によって、ここのコントロールを行っていくと。もちろん微細化することでさらにこれはシビアになっていきますが、東芝からは自信が見えましたと。で、さらに東芝のいいところは、パワー半導体の成長市場をしっかり見据えて、そこを狙っていくと戦略があったわけですね。ここバブルチャートで東芝さん表現しておりまして、かなりいいフレームワークでしたので、ここで引用させていただくと。縦軸が市場の成長性で、横軸が東芝が目指す販売視野になっているわけですね。要するにここを目指していこうっていうことで、軸を通していたわけですね。ここの資料のいいところはですね、さらに
種類もわかるということで、例えば PHEV で使われるような XEV-IGBT みたいなところはここです。ローボルテージ MOS みたいなものは車載でここで、非車載の電動工具等で使われているものとか、掃除機なんかもこういったもの使われてるんじゃないかなと思いますね。ハイボルテージ MOS のこういった電源なんかもございます。ここは横軸で見ていただいた通り、市場の成長性が高いわけです。一方、こういったですね、ダイオードなんかはですね、中国の半導体メーカーでも作れる技術で、市場としてはでかいんですけども、成熟してないのでそんなに成長していかないだろうと。ピンクのところが新しい領域ですね。例えば SiC、テスラが使ってますみたいな感じで有名になりましたけど、高効率のパワー半導体であると。あと、皆さんアンカーみたいな AC アダプターもお持ちだと思うんですけど、ここには GaN と呼ばれるような、これ CAGR67% ですからめちゃめちゃ成長してますけども、そういったような半導体もあります。まず、ここの新領域もしっかりやってきますよと。車載とかサーバーと高性能市場を開拓拡大していくし、研究開発にも3100億円以上つけてるわけですよね。ゴリゴリにやっていくぞということでございます。続いて、ここの車載と非車載の成長著しい MOSFET と IGBT でございますが、東芝が最も注力する市場と位置づけております。市場が大きいし、そして成長性も5から 10% と高い。さらに 300mWh の新たなファブを立ち上げるわけですから、ここを根こそぎ奪ってやろうと。300mWh 新東の破壊力でございまして、東芝の自信はここにあるわけですね。既存が、ここが東芝の、化学工場の生産能力になってるわけですね。第一ラインということで、実は既存の建屋の隣に 300mWh の工場を拡張してですね、ここをやっていくと。ここは自動化されてないんですが、新たに作るところはですね、搬送装置でゴリゴリに自動化していくということで、一気に生産能力が倍になって 2.5 倍以上になるということで、新東の建設はもう東芝の切り札であるわけですね。生産増強をてこにこの市場を奪取していくと。各それぞれの市場のシェアを 2、3% 上げていくと。で、しっかり東芝のいいところは市場を俯瞰しているということで非常に冷静でしたね。営業の側面でございますが、ここはですね、なかなかボトムに触れれないんですが、東芝のいいところは実は各ネット、富士電機とか三菱とか、企業名言うとあれですけど、各いろんな日本のパワー半導体メーカーのホームページ見させていただきましたが、実はこういった補助的なものですね、強化ボードが会話してまして非常に充実してるんですね。回路図に限らずレイアウトやガーバ等もサポートしてる。こういった、これ動画で言えないんですけど、東芝さんこういうことやるから、いろんな企業が真似されてるっていうところもあるみたいで、やっぱり切り込み退場というかですね、市場を開拓してるっていう姿勢もありますよね。もちろんその個別に対応しないといけないところは個別にサポートもしてると。日本の各競合を見ましたが、東芝は一番豊富でしたよね。注力してると。まとめさせていただくと、社内シナジーで電車も部門として持たれてるし、そこにも SiC の半導体を自社で作って、そして実装してきたわけですね。ということはノウハウもあるし、技術力もあるし、今後も研究開発で培っていくと。高性能半導体でグローバルで5種で戦うし、そして冷静に市場ね、バブルチャートで分析していた通り分析し、伸びるところに選択と集中を行って、ここのシェアをがっつり伸ばしていくと。さらに国内屈指の工場投資ということで 300mWh ですよ。日本で一番最初でございますから、今後の需要に応える供給能力で市場を奪取していくと。つまるところ、東芝はすでに準備ができていると、そういうことでございます。もちろん、このように投資もしていくし、準備してるんで、さらにインフラ、生活基盤を支える東芝の半導体事業でございますので、今、エンジニアを大募集しております。違う畑のエンジニアでも OK ということで、非常に懐が深いですね。そして、量産工場のエンジニアも経歴を問いませんということで、全然違う分野のエンジニアしてましたよっていう方も、ぜひ東芝に来てくださいと。専門外でも安心して応募してきてほしいと。人事の言葉も預かっておりますので、ぜひ概要欄から応募してあげてください。さらに東芝ですね、過去の動画でも触れたようにですね、非常に研修整っております。専用ウェブページも作成するほど力を入れておりますし、研修制度を多く設けております。中小企業の社長としてはですね、非常に羨ましい時代でございますが、100講座以上と無料で受け放題と。スキル習得も支援させていただきますと。ぜひここね、訴求してください。他には負けませんっていうことを言ってましたね。熱が入ってますねと。成長産業に皆さん来ません
かと。これだけ31倍ですから、SIC ね。ここでゴリゴリにやっていくぞと。日本で一番投資するぞと。東芝来いと。つまるところ、パワー半導体は東芝に任せろ。解説以上でございます。お疲れ様でございました。東芝について一つ思うところは、もう一つ抜けたバリューチェーンの戦略が欲しいですね。営業のところもゴリゴリにやってるんです。そして担当者も自信を持ってですね、アメリカに出向してたし、そこでゴリゴリやってましたっていう感じですけども、それも大事なんですけど、その営業戦略としてどうすんのとか、回路を個別にやりますけども、それに対して取捨選択してるのみたいなところが一つ欲しかったかなっていう感じです。もちろんその冷静に市場分析されてるので、なかなかあそこまでのバブルチャートっていろんな企業言ってるんですけども、ああいう風にフレームワークに当て込んでる企業ってほぼないんですよ。なので、もしかしたらいいコンサルが裏についてる可能性はあるんですけど、なかなか冷静だったよねっていうところで、パワポを見た瞬間僕はかなり関心をしましたね。力量としてはかなり高かったと思います。そして、このバリューチェーンの戦略が欲しいところなんですが、そこを抜いたとしても、東芝の各担当者がですね、自信持ってたっていうところは非常に印象的でしたね。自分たちが販売する半導体にもかなり自信を持ってる、その表れだろうと思いますね。ということで、俺たちはいいものを作ってるんだっていうことを、心の底から思ってると思います。あと、技術力ですよね。音抵抗かなり海外の競合とも互して戦えるって、その自信を自ら発信されてましたので、本当に性能いいんだろうと思います。ということで、今回はパワー半導体会でございました。皆さんいかがでしたでしょうか。半導体の他にも工作機械もやってますし、FA 系もやってますね。そして自動車関連ですとかいろいろやってますね。おそらく今年もですね、セミコンアンバサダー拝命できるのかなと思いますけども、させていただきますので、皆さんね、セミコンジャパン来られる方は一緒にそこでお会いしたいと思いますと。どうぞよろしくお願いします。こういった製造業で働いている方はですね、チャンネル登録いただいてぜひ応援をしてあげてほしいと思いますし、東芝頑張れって思う方はですね、日本の大手電気8社の一角でございますから、いいねマークもいただきたいと思います。ということで次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。引き続きですね、ものづくり太郎チャンネルはスポンサーを募集しております。バナーであれば1回30万円で表示できると。昨日もお話ししたら、30万円できるんですか？早めに言ってくださいとか言われたんで、このくらい新聞に出すと30万くらいかかるんで、それよりも全然効果ありましたとかいうね、お客様もたくさんいらっしゃいますので、ぜひね、ご検討いただきたいと思います。はい、ということでスポンサー募集しておりますので、どうぞ興味ある方は概要欄から、もしくはメールお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい。次回は未定でございますが、おそらくですね、パナソニックかなと。パナソニック今まとめておりますので、パナソニックさんね、僕、松下幸之助大好きですし、元パナソニック出身ですから、大手電機8社、7社と比較してもですね、いい動画になるんじゃないかなと思いますので、ご期待ください。長丁場でしたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。吉川ちゃんの一言。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。東芝は現在エンジニアを大募集しておりますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。